さきと日本語ポッドキャスト始まるよ。こんにちは、さきです。今日はですね、日本語を勉強している人なら絶対気になるどうしたら日本語を上手に話せるようになるのかについてお話ししたいと思います。今から話す中で出てくるテキストやアプリについては動画の下の概要欄のところにリンクを載せているので気になる人は見てみてくださいね。私が言う日本語を上手に話せるようになるという基準は日本人と日常的な会話が完璧じゃなくてもある程度スムーズにできる状態ということです。なぜこれを今日話そうかと思ったかというと、YouTube のコメントで私は JLPT の N2 レベルなんですが、話すのが苦手です。どうしたらうまくなりますか？という質問をもらったり、私のスピーキングのレッスンでも文法や単語の知識はあるんだけど、話すことに自信が持てないという人がたくさんいることを知ったからなんですね。実は私も過去このような状態にありました。英語の文法や単語はたくさん知っているし、英語の文を読むことはできるのに、話すとなるとすごく緊張してしまう。知っている単語や文法が全然口から出てこなくなってしまうみたいな。英語を使ってコミュニケーションを取りたいからこそ英語を学んできたのに、一番やりたいことが一番できないという状態に苦しんでいました。今、その時の私を振り返ると、その理由は明確なんですね。それは実際に話す練習をする時間と環境づくりが全くできていなかったからなんです。ピアノで言うと、ピアノをうまく弾けるようになりたいと思いながら、私がずっと時間を使っていたのは、楽譜を読めるようになることだったみたいな。楽譜をスラスラ読めるようになったとしても、実際に指を動かしてピアノを弾くことに時間を使わなかったら、いつまで経っても弾けるようにはなりませんよね。ピアノの例だったら簡単にわかることなのに、私はそれを
英語の勉強でやっていたんです。実際に指を動かさないとピアノがうまく弾けないように、英語で話すということも口を動かさないと話せるようにはならないわけです。皆さんの日本語学習だとどうでしょうか？実際に口を動かして日本語を話していますか？その時間や環境を日々作ることができていますか？もちろん日本語をうまく話せるようになるためには、それぞれの日本語のレベルに応じて必要なステップはあります。あなたがもし日本語のビギナーなら、まずは基本的な単語や文法をテキストなどを使って知って理解して覚えることが話す練習よりも大事です。この時におすすめするテキストは元気の1と2です。それと同時に日本語のイントネーションや話のリズムになれるためにもたくさんのリスニングをするということも大事です。日本語のドラマやアニメ、ポッドキャストなどを楽しみながら聞いて耳を日本語に慣れさせるといいと思います。そしてこれらのことは私が言わなくてもすでにやっているという人が多いと思います。実際、日本語がビギナーの人にとってはこれを繰り返すだけで日本語で話すこと以外は上手くなります。でも、ここからうまく話せるようになろうと思ったら、この今までの勉強方法から抜け出さないといけません。基本的な単語や文法を学んだら、アウトプットの練習をする時間や環境を作ることを真剣に考えないといけないんですね。アウトプットの練習というと、日本人の先生との会話レッスンとか、日本への留学や旅行といったことが浮かびやすいと思います。そして実際にそれらは効果的です。日本語の練習という面でも、あなたの勉強へのモチベーションを高めるという面でも大きな助けになります。でも、それらを毎日繰り返すのは難しいですよね。でも、アプリだとどうでしょう？アプリといっても、話す練習にフォーカスをしたアプリだったらどうでしょう？あなたがすぐ日本に
行けなくても、毎日日本人の先生と話せなくても、アプリだったら自分次第で話す練習が気軽に毎日できます。私がおすすめする会話練習アプリで Lingly AI というのがあります。これはよくある自分だけが一方的に話しかけるアプリではなく、自分が話したらそれに対して答えてくれて、リアルな会話のように練習できるアプリなんですね。いろんなアプリが溢れていますが、これは正直私が一番おすすめする日本語の会話練習アプリです。でも、ずっと AI と話していても、正直楽しくないですよね。そして、もちろんリアルな人間と話すのと違いもあるので、定期的に日本人ネイティブの先生とも会話の練習をするのが大事だと思います。さて、今日はどうしたら日本語をうまく話せるようになるのかについて、私のおすすめする方法を伝えました。今もし毎日日本人と話せる環境にある人は、その環境をぜひ活かしてください。一方で、もし周りに日本人がいない、日本人と毎日話せる状態じゃないという人は、諦めないでください。実際に会って話せなくても、AI アプリを使って私たちは毎日アウトプットの練習ができる時代を生きています。どうか皆さんの日本語のジャーニーがこれからも楽しいものでありますように。今日も聞いてくれてありがとうございます。また会いましょう。バイバイ。